優れもん自動車用品のクゼです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドアミラー補修塗装。今回はツヤがなくなった穴開きドアミラーを新品以上ピッカピカツヤツヤにします。そうなの？どういうこと？中古ドアミラーを分解、穴開き箇所を FRP シートで塞ぎます。そうなの？ミラーカバーの表側エポキシ粘土パテで埋めます。粘土パテ？さらに密着ロンを塗ってから下地塗装のホワイトプラサフ。下地塗装ホワイトプラサフ？塗装前の下地を作ってからカラー塗装をスプレー、最後は超光沢ウレタンクリアーを塗って仕上げます。綺麗に塗れたの？ウレタンクリアーを厚塗りしすぎて塗装が垂れてしまったわ。そうなの？塗装のやり直し？耐水ペーパーとコンパウンドでリカバリーできたの。修正できてよかったのだ。僕、腐ったミラーがピッカピカになる動画を早く見たいのだ。トヨタコンフォート5速マニュアル。共感用アウターミラー外します。ミラーカバーに3箇所の取り付け穴。左側共感用アウターミラー外します。ミラーのブラケット外します。取り付け穴目立ちます。コンフォート教習車用ミラーヤフーオークションで落札しました。傷や汚れはありますが、割れなどの損傷はありませんでした。元のミラーはそのままの状態で保管します。ヤフオクのミラー分解します。共感用アウターミラー取り外し、隠れていたところ汚れています。傷消し用コンパウンドで汚れ落とし。ドアミラーガラスを外します。外れません。無理やりこじるとミラーガラスが割れます。内視鏡カメラファイバースコープでミラーガラスの取り付け部分を確認。ミラーガラスの爪がありました。シリコンスプレーでミラーガラスはめ込み部分の潤滑、内張り剥がしでこじると簡単に外れました。ミラーガラス下側の爪、上側の爪、下側の爪、はめ込み箇所。ミラーカバー4箇所の取り付けネジを外します。ミラーカバー内側外れました。ゴムパッキンがついています。ミラーカバーの外側3箇所のクリップ外します。クリップの引っかかりをペンチなどで挟み込み外します。外側のミラーカバー外れました。ドアミラーの土台部分分解します。プラスネジ3箇所外します。ドアミラーをドアに引っ掛けるネジ外します。配線を固定しているネジとプレート外します。右ドアミラー分解できました。左ドアミラー分解します。共感用アウターミラー外します。ブラケット外します。ラビングコンパウンドで汚れ落とし。傷も取れました。ドアミラーガラスの爪にシリコンスプレー、内張り剥がしで爪のはめ込みを外します。ドアミラーガラス外れました。ドアミラー土台部分の分解です。外側のミラーカバー外します。左ドアミラー分解できました。コネクターが引っかかり、配線が抜けません。コネクターを分解できそうです。コネクター外側のロックを押して内側のコネクターを
引き抜きます。配線を抜き取ることができました。6つのパーツ再塗装します。ミラーカバーは ABS 樹脂です。ミラーの土台はスチール製と思われます。ミラーカバーの取り付け穴を塞ぎます。取り付け穴の外周部分が盛り上がっています。120番のサンドペーパーと当て板で盛り上がりを平らにします。段差がなくなりました。ミラーカバーの裏側取り付け穴、粗めの布ペーパー120番で取り付け穴周り磨き傷をつけます。取り付け穴の裏側に補強シートを貼るための足付け作業です。左ミラーカバーも同じ手順で磨きます。E シートクイック FRP シートです。シートの厚みは1ミリ。外側と内側カバーのはめ込みに問題はないか確認します。シートの貼り付け問題ありません。シートの貼り付け部分脱脂します。E シートクイックには裏表があります。こちら側のフィルムを剥がして貼り付けます。E シートクイックハサミでカットします。貼り付け側のフィルムを剥がします。取り付け穴の裏側に貼り付けます。取説には専用プライマーを塗ってから貼り付けると書いてありましたが、今回は使用していません。シートをしっかり押さえます。取り付け穴の表側、テープを貼り付け空気を遮断します。ダイソーのマジックライトペン、見えない文字が浮かび上がる不思議なペン。ブラックライト紫外線 E シートクイックは紫外線で硬化します。マジックライトペンで硬化しません。ダイソーの UV LED ライトを使ってみます。本体を分解して常時点灯に改造しています。UV LED ライトでも硬化しませんでした。太陽光を当てると20分で硬化しました。フィルムを剥がします。カチカチに固まってしっかりくっついています。表側のテープを剥がします。表側硬化しているのか確認。問題ありません。硬化しています。粘土感覚でへこみを埋める粘土パテ。今回は使用しませんがビニール手袋が付属されています。取り付け穴を埋めます。二液性のエポキシパテ、硬化時間は5時間から6時間。主材と硬化剤同じ分量をよく混ぜます。パテ埋め部分を脱脂します。粘土パテを取り付け穴に押し込みます。左ミラーパテ埋めできました。右ミラーはパテを多めに盛り付けました。5時間経ちました。硬化しています。余った粘土パテも硬化しています。ドライバーのグリップ部分で叩きます。割れません。変化なし。しなやかで頑丈です。320番のサンドペーパーと当て板でパテの盛り上がりを平らにします。次は右ミラー。
多めに盛り付けているので時間がかかります。120番に変えます。次は320番。パテの段差がなくなるまで研磨します。パテの研磨終わりました。600番の耐水ペーパーでカバー全体を研磨します。水をスプレーしながら研磨します。塗装の密着性を高める足付け作業です。ドアミラーカバーの内側足付け作業。スチール製の土台も足付けします。中性洗剤で洗って乾かしました。上塗り塗料を密着させるプライマー密着ロンマルチ ABS 樹脂に使用できます。塗装用のマスクと手袋を着用します。塗装場所の気温は約20度、湿度は約 60% です。よく振ります。試し拭き。塗りにくいところからスプレー。密着ロンは薄く塗ります。左ミラーカバー塗ります。内側のミラーカバー塗ります。右外側のミラーカバー。この部分は密着ロンを塗る前から浅いひび割れがありました。ミラーカバーの中央付近にひび割れが発生しました。密着ロンの溶剤でひび割れしたようですが、表面の浅いひび割れ問題ないと思います。スチール製の土台は密着ロン不要です。下塗り塗料ホワイトプラサフ塗ります。よく振ります。試し拭き。1回目薄く塗ります。下地の黒い部分が隠れていません。左側の土台にホワイトプラサフ塗ります。ホワイトプラサフ2回目。次は右側のミラーカバーにホワイトプラサフ塗ります。上塗り塗料が白色の場合、グレーのプラサフではなくホワイトプラサフを使います。上塗り塗料が赤や黄色の場合もホワイトプラサフを使うことによりきれいに発色します。左ミラーカバー1回目薄く塗ります。内側の左右ミラーカバー塗ります。ホワイトプラサフ2回目。ホワイトプラサフ2回目。ホワイトプラサフ3回目。ホワイトプラサフ3回目。ホワイトプラサフ3回目。外側のミラーカバー4回目塗ります。
4回目で下地が見えなくなりました。ミラーの土台、下地が透けて見えます。ミラーの土台4回目塗ります。ミラーカバー内側4回目塗ります。ホワイトプラサフ1本使い切りました。下地塗装終わりました。乾かします。下地が透けて見えません。完全に消えました。1000番の耐水ペーパーで軽く研磨します。水をスプレー、ミラーカバー表側全体を研磨します。塗装面がザラザラ、水をはじきます。1000番で研磨すると塗装面がすべすべになります。ザラザラで撥水、研磨してすべすべで浸水、水をはじかなくなります。ミラーの土台1000番で研磨。角部分はプラサフが剥がれて下地が出やすいので優しく磨きます。すべてのパーツを中性洗剤で洗って乾かしました。パーツクリーナーやガソリンで溶けない超光沢ウレタンクリア。塗装前の準備です。下側のキャップを外し金属ピンを押し込みます。缶を逆さまにして5分から10分待ちます。缶を30回程度よく振ります。試し拭き。ミラーカバーを脱脂します。カラースプレートヨタのスーパーホワイト2。よく振ります。試し拭き。カラー塗装1回目薄く塗ります。塗りにくいところからスプレー表側全体を塗ります。左ミラーカバー1回目塗ります。5分乾燥後カラー塗装2回目。5分乾燥後カラー塗装3回目。5分乾燥後カラー塗装4回目。カラー塗装を塗り終わってから2分以上5分以内にウレタンクリアを塗ります。ウレタンクリア1回目薄く塗ります。ツヤは出ていませんが問題ありません。1回目塗り終わってから10分乾かします。ウレタンクリア2回目塗ります。2回目はツヤが出るように厚めに塗りました。ツヤツヤになりました。2回塗りで終わってもよかったのですが3回目塗ることにしました。10分間乾かしてから3回目塗ります。3回目も2回目と同じく厚塗りしました。ウレタンクリアを塗り終わった直後にぼかし剤をスプレーして塗り肌を平滑にする予定でした。今回は鏡面仕上げになりましたのでぼかし剤は使いませんでした。
ツヤツヤの鏡面肌になりましたが、塗装の一部が垂れてしまいました。左ミラーカバーの下、左ミラーカバーの横側、右ミラーカバーは垂れていないようです。よく見ると少し垂れているところがありました。次はミラーカバーの内側とミラーの土台塗装します。カラー塗装を1回目塗ります。カラー塗装を2回目塗ります。カラースプレー1本目使い切りましたので、2本目試し拭き。カラー塗装を3回目塗ります。カラー塗装を塗り終わってから2分以上5分以内にウレタンクリアを塗ります。ウレタンクリア1回目薄く塗ります。ウレタンクリア2回目塗ります。ピカピカツヤツヤ、きれいに塗れました。カラースプレーは1本使い切り、2本目は3分の2程度中身が残っています。ウレタンクリアは3分の1程度中身が残っています。塗装してから1週間後、完全硬化しています。右ミラーカバー1箇所少し垂れています。左ミラーカバーの横側、目立つ垂れがあります。左ミラーカバーの下、目立つ垂れがあります。左右ミラーカバーの内側、問題ありません。左右ミラーの土台、問題ありません。左ミラーカバーの垂れ、修正します。マスキングテープ貼ります。800番の耐水ペーパー、硬いゴム製の当て板使います。水をスプレー、垂れている箇所を研磨します。研磨したところはツヤがなくなります。ミラーカバーの下、垂れている箇所を研磨します。次は手磨きです。垂れ部分まだ残っています。次は1200番。1200番の耐水ペーパーで垂れている箇所を手磨き。1500番。1500番で垂れているところを手磨き。2000番。2000番で垂れているところを手磨き。次は3000番。3000番で垂れているところと周辺を研磨します。マスキングテープを剥がします。垂れていたところはほぼ平らになっていますが、曇っています。超鏡面用コンパウンドで磨きます。まだ曇っています。ハード 1L、ごく細めコンパウンドです。少しマシになりました。傷消し用コンパウンド試してみます。垂れていた周辺も
曇ってしまいました。再度ハード 1L で磨きます。曇っている箇所ありますが、ツヤが出ました。超鏡面用コンパウンドで磨きます。少しだけ曇りが残っています。ミラーを車に取り付けてからポリッシャーで仕上げ磨きをします。次は右ミラーカバー垂れの修正。2000番で研磨、垂れている箇所を軽く研磨。3000番で仕上げ研磨。曇っている箇所があります。ハード 1L で修正磨き。超鏡面用コンパウンドで艶出し。少しだけ曇りがありますが、後でポリッシャー磨き。極濃ガラスコーティング剤。ミラーカバーの内側とミラーの土台コーティング施工。コーティング乾かします。左右外側のミラーカバーはポリッシャー磨きが終わってからコーティングします。右ドアミラー組み立てます。ミラーの土台に配線を通します。ボルトシルバーに塗装しました。ボルト3箇所取り付けます。ボルトしっかり締め付けます。ネジとプレート、配線を固定しました。ゴムカバーにゴム製パーツの保護剤、ラバープロテクタントをスプレー。ゴムカバーに配線を通します。配線周りを脱脂します。結束テープでゴムカバーと配線を固定します。ミラーカバー固定用クリップ。ミラーカバーの裏側3箇所にクリップ取り付け。ミラーカバーを本体に装着。ガタがありますが問題ありません。ミラーカバーの内側、ゴムパッキンが入ります。ゴムパッキンにラバープロテクタントをスプレー。ゴムパッキンを装着。スポンジ装着。ミラーカバーの内側取り付け。きっちりはめ込みます。4箇所のネジを取り付け締めます。ミラーカバーのガタつきはないか確認。問題ありません。ミラーガラス上側の爪、下側の爪、左右上側の爪、はめ込みます。ミラーガラスを押さえ、左右下側の爪をはめ込みます。ミラーをドアに引っ掛けるネジ取り付け。コネクターの組み付け。次は左ドアミラーの組み付け。左右ドアミラーの組み付け終わりました。ドアミラー交換します。左フロントドアトリム外します。ドアガラス下げます。インナーハンドルのカバーを外します。プラスネジ外します。カバーのはめ込み外します。ドアグリップ外します。プラスネジ2箇所外します。ミラー取り付け部分のカバーを外します。クリップの真ん中を押します。クリップ外します。ドアトリムのはめ込みを外します。ドアトリムを上に持ち上げ外します。パワーウィンドウのスイッチ裏側から押し上げ外します。パワーウィンドウのコネクター接続を外します。ドアトリム外れました。ドアミラーのコネクター接続を外します。ドアミラーの固定ボルト3本外します。ドアミラーをドアに引っ掛けているネジ緩める必要はありません。ドアミラーを上に持ち上げネジの引っかかりを外してから横方向にドアミラーを外します。黒ずみ汚れがあります。
コンパウンドで黒ずみ落とし、汚れをつきにくくするコーティング、ウレタンクリアでピカピカのドアミラー取り付けます。この部分にドアミラーのネジを引っ掛けます。配線をドアに通してからドアミラーを取り付けます。ドアミラーのゴムパッキンずれていないか確認。ドアミラーの固定ボルト3本均等に締めます。ゴムパッキンの取り付け具合を確認。手動式ミラーの格納作動点検。ドアミラーのコネクターきっちりはめ込みます。ドアミラーガラスの作動点検。左フロントドアトリム取り付け。次は右ドアミラー交換。黒ずみ落としとコーティング。ピカピカのドアミラー取り付け。ドアミラーガラス作動点検。垂れた部分の最終仕上げ。少し曇っています。ダブルアクションポリッシャーに細めのウールバフ。回転数は1から6の調整幅がありますが、3に設定しました。コンパウンドはハード 2L 超微粒子。コンパウンドを塗ります。垂れた部分をポリッシャー磨き。曇りが取れました。ミラーカバーの下側、垂れた部分を磨きます。次はマシンポリッシュでミラーカバー最終磨き。スポンジバフに変えます。ミラーカバーの外側全体を磨きます。超鏡面仕上げ終わりました。さらに極濃ガラスコーティング。コーティング剤を塗り込み拭き取ります。右ミラー垂れた部分の磨き。ハード 2L とウールバフ。曇りが取れました。マシンポリッシュで仕上げ磨きとコーティング。完成しました。ピカピカツヤツヤ。塗装に厚みと深みがあります。僕、こんなに綺麗になるとは思わなかったのだ。そうね、何度も重ね塗りをして超光沢ウレタンクリアを塗っているので高級車みたいなツヤと深みが出ているわね。でもなんでクリアー塗装が垂れたの？厚塗りしすぎたことが原因だけど、クリアー塗装2回目と3回目同じように厚塗りをして垂れたのは3回目よ。どういうこと？ 1 回目は薄く塗って塗装面がザラザラの状態で、2回目を塗って垂れていないわ。そうなの？ 2 回目を塗り終わって塗装面がピカピカの状態で3回目を塗って垂れてしまったの。ザラザラの上に厚塗りしても垂れにくいけど、スベスベに厚塗りすると垂れやすいってこと？その通り、厚塗りは失敗のリスクが高くなるので、垂れない程度で重ね塗りをしてツヤを出していくのが良いと思うわ。でもクリアーの塗り肌がザラザラになった時はどうするの？クリアーを塗り終わった直後にぼかし剤を軽くスプレーして塗り肌を平滑にすることができるわ。わかったのだ。ザラザラの塗装を溶かしてスベスベにするのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。